こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はマダムのフューチャークラシックをお届けしようと思います。今回ご紹介するお車はこちらの1990年式ボルボ740になります。ヨーロッパではこのスクエアなデザインからスウェーデン語でソッセコンティーナというニックネームで親しまれており、今でも高い人気がございます。その人気を裏付けるかのように、先頃行われたクラシックオブザイヤー2024では堂々のチャンピオンカーに選出され、賞金と全米自動車歴史協会から自動車保険が授与されました。そんなボルボ740ですが、この日本でも華やかなバブルの時代、街中にあふれかえっていたメルセデスや BMW ではちょっとなと思われた個性派の車好きな方々に好んで乗られていましたよね。しかし最近本当に見かけなくなりました。ちょっと調べてみましたら、中古車情報サイトなどではこちらの車とあと数台しか見かけなくなったことにはびっくりしました。気がつけばレッドブックの絶滅危惧種どころか絶滅種となってしまったメガレアなこの1台。そんなボルボ740、どうぞご覧ください。それでは最初にボルボ740シリーズについて簡単に解説させていただきます。この車はボルボを危機から救い、今日のボルボカーズの基礎を築いた車として知られています。1970年代初頭、自動車業界、特にボルボにとっては厳しい状況でした。石油危機が発生し、スウェーデンのコスト事情により、国内で車を製造するにはコストが高くなりすぎました。そこで、この危機的な状況を打破すべく、1975年、プロジェクトマネージャーのハンス・グスタフソン氏の指揮のもと、ニューモデルの開発がスタートします。チーフデザイナーは、ボルボ・アマゾン、そして240のスタイリングでも知られる伝説的なデザイナー、ヤング・ウィルスガードが手掛けました。ボルボの角張ったデザインコンセプトはそのまま、よりエレガントになった直線基調のスタイリングは、後にアメリカで熱狂的ともいえる支持を受け、大ヒットの原動力となりました。こうして、1982年2月、740の上級バージョンとなるボルボ760がデビュー。これは、ボルボにとって、実に16年ぶりの完全な新車モデルとなりました。しかし、この760は北米市場を意識した高級車であったため、240などの既存ユーザーの受け皿にはなり得ませんでした。そこで、ボルボはプラットフォームを強要し、内外装をシンプルにした実用モデル、740を翌1983年に発売。当時、スウェーデンでは大幅な通貨切り下げも追い風となり、740は発売直後よりたちまち大ヒット。そして、誰もが欲しがり、そのちょっと自慢げな見た目からすぐにソセコンテナーというあだ名が付けられたのです。ボディ構造は、自立型ボディと、ジンバルトンネルの少し後ろに直接取り付けられた、ギアボックスを備えた直列エンジンで単純に構築されています。剛性の高い中鉄リアアクスルを備えたシンプルなホイールサスペンションも、安定した静かな走行など優れた条件を提供しました。そして、パワートレインなのですが、すでに240シリーズで使用され、堅牢なことで定評のある B19 と B21 エンジンを中心に、フォルクスワーゲン製の 2.8 リッター、V 型6気筒ディーゼルエンジンも搭載。その後、大型エンジンに重税が課されていたイタリアなどの市場向けに、2リッターターボエンジンなどが導入されました。また、フェイスリフト後の後期モデルにおいては、レースチューナーで名高いコスワースによって、ヘッドトップが設計された B234 ツインカムエンジンもラインナップに追加されます。これは、レースファンのみならず、その走行性能から多くのユーザーの支持を取り付けました。なお、日本に導入されたボルボ製での DOHC エンジンは、この1機種のみであり、今回ご紹介する740には、
このパワートレインが搭載されています。また、ボディバリエーションなのですが、これはセダンと1986年登場のステーションワゴンの2種類になります。ボルボ自身がマナーワゴンと呼ぶエステートは、今やボルボのアイコンとして欠かすことのできない存在ですが、それは北米市場において家族にとってのナンバーワンドリームカーと言われたことに源流があるとも言われています。その他、この700シリーズにはカロッツェリア・ベルトーネによって製造された2ドアクーペボルボ780も存在しました。最後にボルボはこの700シリーズの開発に35億スウェーデンクローナの費用を投資しましたが、その成果は大いに報われる結果となりました。総販売台数は123万台。それは安全で高品質な車としてのブランドアイデンティティを確固たるものにし、今日私たちが持ち続けるボルボのイメージがこのモデルから生まれたと言っても決して過言ではないと思います。
はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございます。すごいレアなお車を見せていただいてありがとうございます。で、こちらのお車なんですけど、はい、こちらに来る前はどのような状態だったんでしょうか。はい、ですね、いろんな前の方の諸事情がありまして、18年か19年、はい、車庫、それも片屋根ですから雨ざらしみたいなもんですけど、そこにそこに雨ざらしみたいなもんですけど、そこに眠ってましたので、私が車を見に行った時はもう全部もう動くような状態では全くなかったので、もううちになんとかしてここまで持って帰って、やっぱ3ヶ月かけて修理しました。でやった内容っていうのはまず燃料タンク、燃料ポンプすべて交換、それとあとはもう燃料ホース系統もダメ、で今度燃料が行くようになったら今度エンジン側の方の燃料のホース関係がやっぱ朽ちてるのでダメ。できるところはエンジンの半分オーバーホールして、そうですね、新車が100だったら多分85から 90% ぐらいのパワーはあると思います。エアコンもこれは R12 っていうタイプのエアコンガスなんですけど、今は禁止されてますけど、修理最初動かなかったんですけど、修理してちゃんと今エアコンちゃんと効きます。じゃあ今はエアコンは普通に大丈夫ということですね。はい。スイッチ周りも直されたんですよね。そうです。はい。スイッチももう全く作動しなくて全てが動かなかったので、全部スイッチ一つずつ外してオーバーホール自分でやって今全部作動します。すごいですね。なんかカセットも直されたとか。そうですね。カセットは満足がいってないんですけども、カセットの場合は6割から7割ぐらいですね。最初も全くカセットはならなかったんですけども、全部バラバラにしてモーター変えたりベルト変えたり、ちょっとコンデンサーをちょっと触ってみたりして、今は一応回転が不安定ですけどちゃんとなります。はい。最近ねまたカセットブームなんでね、カセットを好きな方もいらっしゃると思うんですけど、そうなんですか。はい。はい。であとこの車じゃもういじるところは、もうないですね。はい。サンルーフも、作動しませんでしたけど、バラしてちゃんと今はもう全部すべて動きます。すごいですね。もうじゃあ何かちょっとおかしいなと思ったらこちらにお願いすれば。ですね。来ていただければ、はい。私の方に来ていただければ、はい。ある程度できますんで。すごいですね。すべて直されたっていうこと。そうです。もう自分で全部やりました。やっぱりこういうお車っていうのは自分で手をかけて直すのが趣味っていうかできる方がそうですね。お乗りになる。で例えばこういうところもね、自分で磨く楽しみがまだ皆さん残っているお車っていうことですよね。そうですね。はい、はい、わかりました。すいません、どうもいろいろとありがとうございました。はい。何でも中川社長は独立される前は海上自衛隊で P3C などの対戦哨戒機の整備をされていたそうです。それで納得しました。私も主人の仕事の関係で少し航空機を聞きかじったことがあるのですが、耐用年数が車とは比較にならない航空機。しかも電子機器の塊のような哨戒機を整備されていたのですから、電子パーツのオーバーホールもお手の物ですよね。お人柄も申し分なく、取材の後はメンテナンスの相談にも乗っていただけました。お忙しいのに本当にありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。ボルボ740。頑丈で安全性が高く独創的なスカンジナビアンデザインの傑作な1台お車でしたよね。我が家でも25年近く乗っているサーブカブリオレがあるのですが、この時代のスウェーデン車はタフで飽きのこない粒揃いが多いですよね。はい、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。この動画が参考になったと思われた方、チャンネル登録とグッドボタンでぜひ応援していただけると励みになります。またコメントもお待ちしておりますのでお気軽にお書きください。それではまたお会いしましょう。さようなら。